ちでーす。自転車のお客さんが結構来てくれるんですよ。だからこんな自転車のラックも置いて。日がつくと結構厨房は暑いですか？でオーダーがどんどん取った時はね、また大変なんです。40度ぐらいになるんちゃう？ここもともと居抜きなんです。前の人がラーメン屋さんとかうどん屋さんとか、これをまんまこううちが借り入れて、この時の道具がそのまんまなんでね。さあ何年つことやら20年では効かんのちゃう？うちおかわりをねしてもらうんですよ。豚汁なんやけど、豚汁のついとメニューはね、まあ一杯だけなんやけどね、割と量でいるんです。ひつまぶしっていうのをしようんですよ。豚のかば焼きを最後にひつまぶしのお茶漬けで食べてもらうってやつだ。それのお出汁を今作ってます。どういったものを足されてるんですか？ちょっと独自に作ったタレを使ってね、もうこの豚肉を使ったかば焼きをね、炙り焼きにしてね、豚かば焼き、炙り豚丼というのと、豚ひつまぶしというのと、まあそれらの定食が4種類ですね。豚バラ肉。ロースに比べて脂身は多いんですけどね、お肉の脂の味自体にやっぱ奥みあるしね。これで一切れ、はい、松が3枚乗っとんですよ。1枚ずつ増えていくっていう。お客様はどういった方が多いですか？仕事しよう途中の方とかね、大学がちょっと近くにあるんですよ。この学生さんはやっぱ多いんで。豚のかば焼きはどうやって思いつかれた？まあ地面のうなぎをちょっとしたりしとったんでね、このタレに合うような素材はないかなと思って、まあアイデアとしては豚肉がちょうど合致したっていうかね、まあほんでこんなことしよう人もおらんのでね、やっぱしてないもんをしようかなと思って、まあ、うなぎのタレやでもご飯にかけるだけで十分美味しいんでね、まあ、それを豚肉にちょっとやってみたらまあたまたま合ったというか。なんかお店のテーマというか、はい、なんか大事にされてることとかってありますか？まあうなぎを毎日食べるっていうより、敷居が高いとこなんで、もうちょっとお安いにね、お腹いっぱいになってもうでね、喜んでもらえるように、わざわざ来てくれるお客さんにね、この期待を裏切らんようにはとにかくしたいなと思うんですけどね、満足感が感じてもらえたらそれに越したことないなと思ってね。これお肉は1日分ですか？平日1日分ですね。後からこう出てくるんでね、これを待って
もうちょい。これからお肉入れますので。ですよ。でそれをもう一回圧力鍋。茹でられて、でこれもうこの状態でね、温めた状態でオーダーを待つんですよ。そうです。昔は炭焼きでしよったんですよ。最近なんか機械も新しいのができて、遠赤外線が出るなんか棒なんやって、熱量はかなり高いですよこれ。これはね、朝々ねこれ精米してきて。まだお昼からお米洗いますけどね。一日に何回くらい炊かれるんですか？5、6升。5、6升ぐらい。定食にまあご飯がついとるでしょ。でこれはもうおかわり何べんしてもうてもええようにしてやるんよ。お肉がちょっと味の濃いお肉やしね、ご飯がいっぱいではやっぱ足らんところはあるんよね。じゃあお休みの日ははい何をされてることが多いですか？チャリ乗っとるから山行ってます。よう山行ってこう自分で喋り持ってな、ネタ探しにいろいろあちこち行くんや。ずっと料理人をされてきたっていう。もともとうなぎ屋さんで職人をされてあったっていう。はい、まあこれはまあここのお店作るきっかけはうなぎ屋さんですよね。いいですか？これは豚汁用の。そうですそうです。
はい、いらっしゃいませ。後で回収してきます。はい、これが主なね、多めに。失礼します。お待たせいたしました。ビビタとカミカミです。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。ビビタとカミカミです。少々お受けいただきますね。11時半。はい、いらっしゃいませ。いいよ。ひつまぶしの梅は2つです。はい、どうぞ、こちらでーす。あ、出た。ひつまぶしの梅は2つです。はい。よっ。豚かば焼き重の姫でございます。いけますか？離しますね。お気をつけください。お待ちでございます。失礼いたします。カメラいける。
ざいます。わざと火を起こすんよな。また喜んでくれる。はい、ありがとうございます。ご飯だいぶ塩になったけど、ほんまにナスが熱かったけど大変だったよ。ありがとうございます。何を2つとメニュー2つです。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいね炙り豚と並盛りです。ごゆっくりどうぞ。失礼します。美味しい。醤油とか持ってたら。ナルトの渦抜けね、でぐるっと回ってきますね。この人が食べて美味しかった言うんでね。美味しいです。美味しいです。これ柔らかいし。歯がそんなに強くないんだけど食べれる。食べます。今お手頃で、今ものは美味しい。あ、ごめん。3時間では期間です。よいしょ。いらっしゃいませ。食券お買い求めください。これ運命。はい。
した。どちらかわちです。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何から？なんかな、まだ焼けとらんの。ちょっと待って。はい、マミです。マミ。はい。失礼いたします。お待たせいたしました。豚かば焼き重の。失礼いたします。お待たせいたしました。豚ひつまぶしあめでございます。ごゆっくりどうぞ。ゆうちゃんと一緒に。お待たせいたしました。アメリカ豚丼のおにぎりです。あ、気持ちが話しますね。お待たせください。今回やな。ごめん。これ何？大盛りです。大盛りだけ？バターン。ちゃうやん。違う。バターに間違っちゃう。騙される。お待たせいたしました。豚かば焼き定食特上です。やーちゃんのこれ。いっぱいだね。いっぱいだね。自転車がよく行きましたよ。あとなんや、梅。涼しいはええんやけど頭打ってしゃあない。はい。よっ。いらっしゃいませ。しや、あっちも。
波をから行く？これ波。波、はい。波のお客様。なんか4月間がどうしたの？そしてチーズあるんだ。はい。よし。むずい。あ、いいか、気分だった。ほんで、どこにいた。ここからか。かば焼き。席が空いてないんで、ちょっと待つっておっしゃいよ。清見丼のお客さん、前を失礼いたします。話しますね。はい。ご飯食べる美味しいですね。味です。あれもすっごい美味しいです。もうありがとうございます。なるほど。よっ。熱い。お安うな意見なかなか使うんがビクビクするわよ。出会う。中和分で。それ姫を一つとひつまぶしの松を2つです。はい。
これなんか乗っとるかよっ梅ちゃん梅ちゃん違うこれ竹をほなできました、はい、これほんでチーズで終わり、お汁入ったらいくらのカバとひつまぶし。ますガーリックネギ玉豚丼の。はいどうぞ。はい。大盛りです。しゃもじだ。はい。あ、小鉢がね。はい、お待たせ。いただきます。いただきます。昨日レースに出てて一緒に出てたんですけど、今日走るってその帰りに美味しいです、はい、いつもこちらを頼むんですがいつもリピートしてますお客様がよく頼まれるメニューとかって結構ね、均等なんですよ。豚丼とかば焼きとひつまぶしが割合にも均等で出てくるので、おすすめはひつまぶしです。冷み丼のマリロース1枚追加では2つです。はい。
とうございます。ありがとうございます。運びます。それぞれ必要でしたら後ろにございますので、どうぞ。あんなんが身近にあったら面白いなと思うけどなかなか、よっ。失礼いたしました。豚ひつまぶしのおかけでございます。これ食べると元気出るんで、ちょっと疲れた時に来てます。もう美味しいです。うん。何度も来られる理由というか、お待たせしました。豚かば焼き重の梅でございます。失礼します。ありがとう。いただきますね。ちょっとまあ、はい、こんなもんですわ。
豚ひつまぶしの松です。店名の由来とかってあったりさ由れるんですか？来はね、まあちょっとかっこように言うたらね、喜ぶ源になりたいし、喜ぶ原点になりたいっちゅうんで源になってることは、3時半ぐらいかな。前日に団子にしてで朝踏んで。これだ1000食ぐらいかな。大小あるから、まあそういったらまあ700ぐらいかな、600、700ぐらい。生地をなんか綿棒で伸ばすために踏んでるわけ。生地を鍛えて1、2、3回かな。今度は綿棒で伸ばして切っていく。うどんにするんだったらどういうふうにして伸ばしたらいいかイメージしながら。手の場合はその時に強く押したりとか柔らかく伸ばしたりとかできるので、生地のコンディションはこんな感じかなみたいな。ちょっと大きく伸ばさないかんなとか小さく伸ばさないかんなとか。サラリーマンやるから16年ぐらい学生の頃からやるからね。それ考えたらもう45年ぐらい。昔はここ自体がもう製麺所っていう玉だけの卸だけだったんや。本店の方のお店を買ってくれないか言って、それをその方がもう辞めることで買ってうどん屋しだしたっていう。着いたのは4年ぐらい前かな、5年か。その前に別のお店をうどん屋で半減出して、その後かな。今全部でトータル5店舗かな。平日で250× の15。土日になったらまあ5000食ぐらいちゃう。正月とかゴールデンウィークだったら8000か9000ぐらいじゃない。これで終了でございます。
出しとるんですか？はい、今から1日この寸胴6杯ぐらいは取ってます。はい。最初の朝2つは先代の社長がやってくれてるんで。これ取り手です。こう上げていくんです。
開けるの早くないですか？いや6時から仕込みしながら常連さん入れるから、正式には7時から入れる。やっぱサラリーマンの人がやっぱり6時ぐらいから来るから6時半ぐらいから。特に火曜日はちょっと暇よね。昨日は忙しかったけど。すみません、お待たせ。瞬間予報、名古屋からです。明日午前中にかけて雨の降るところが多い。そばに、だしに、中天。物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現に向け、去年を上回る賃上げへの協力を重ねて呼びかける方針です。日経平均株価が初めて4万円を突破して、ちょっと待ってください。はい、
屋、この時間は今年のアメダス気温が 5.9 度となっています。昨日のこの時間に比べると北日本や東日本は雨が降るでしょう。今日の予報です。西日本や東日本は雨。今日は何食べられたんですか？かけの中と天ぷらを2つ。美味しいです。美味しいです。一番好きです。はい。新大関琴ノ若が同じ大関の霧島と11番相撲を取りました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。いつも来られてるんですか？毎日仕事前に朝食で。もうどれぐらい来られてるんですか？もう20年言わんかな。もっと長いかもから。そばですね。そばです。もう自分の好みに合ってますから。ずっと。後ろに薬味があってだしこれだったら大根レモン生姜まではあれでいい。あ、はい。もうさーっとこう雨の影響はどうなんですか？あるやろ全然ある。もう違うんだよ。150ぐらい違う。朝この時間に毎日普通に商店ってここでいうかけうどんの小に天ぷら一つで商店、それを頼んで食べました。天ぷらは何を？だいたいちくわ、ここのは1本丸々あるんでだいたい半分に切ってるところが多いんやけど、坂枝さんのは1本丸々なんで満足いく量はあるんで、ご飯と一緒なんですよね。毎日食べても飽きないっていう感じですね。ありがとうございます。はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい。
ゃいませ。いらっしゃいませ。あれだ。はい、置いてきますね。ありがとうございます。400円です。お客様もオーダーお伺いします。かけの小。次の方もどうぞ。かけの小で。500円ずつお願いします。お店にはよく来られるんですか？いや、1回目です。今日はどちらから来られたんですか？滋賀県です。麺はコシがある感じはします。美味しいです。天ぷらでよろしいですか？どうぞ、はい。5秒ぐらいで温まりますので、はい、500円アップします。70円入って。焼きかけお出しかかってますので、そのままお塩で焼き入れてください。金沢から来ました。美味しいです。美味しいです。
僕1年半前に奈良から移住してきて毎朝来てるここにいろいろ探したけどもうここで毎朝。赤松市ではここだけやね。赤松全体回ったけど、まあ、近くてここが一番いいね。蒲田の今からね10分ほどお待ちいただくんですけどよろしいですか。天ぷら釜どうぞ。はい。天ぷら一つ。いらっしゃいませ。どうぞ。コロッケございます。そういうこと。お出汁どちらの感じでしょうか。どちらから来られたんですか。滋賀から来ました。ライブに行くみたいで。せっかくやからうどん食べよう。美味しいです。出汁が美味しい。美味しい。なんか美味しい。うどん麺だけでも美味しい。出汁は結構あっさりしてるけど味がしっかりしてるから美味しいです。飲めるぐらい。はい。めっちゃうまそう。座るか。うめえ。食べる？うめえ。美味しい。てかまた違う。いいですね。ちょっと。あったかい肉ぶつけの大根おろしレモン入れていいですか。はい。はい、200円。お湯なんかつけて温めてください。はい。5秒ぐらいで温まりますので。まずは後ろのタンクを出してみてください。どうぞ。はい、来てください。勝手の中か。あ、どうぞ。おはようございます。
りがとうございます。いらっしゃいませ。はい、肉の農協様。お店にはよく来られるんですか？毎日。毎日ですか？ぶっかけ。ぶっかけとかき。さつまいもとちくわ。ここで。安いし、美味しいし。もっちり感がちゃうのやっぱり。私は一番口に合う。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら釜玉です。はい、700円です。もう一杯行きたいな、これ。次行くんでしょ。お店には初めて来られたんですか？初めてです。東京から来ました。旅行でめちゃくちゃ行きたくて。皆さん頼まれたのはぶっかけうどん食べました。これは冷やかけうどんで釜玉です。肉うどん。冷やかけうどん。本場の讃岐うどんのお味いかがですか？いや格別ですね。幸せです。コシが違いますね。もうもちもち。だしも美味しい。毎日来たいぐらいですね。これはもう。いらっしゃいませ。証券です。はい。これ何ですか？イカですね。生卵お願いします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。10お願いします。はい、どうぞ。はい、釜鍋です。卵にしようか。中継も1個です。あ、どこにあるの？
非常に歯ごたえがあって美味しいうどんでした。かけうどん食べたんですけど、あっさりして美味しかったです。肉の小もお願いします。30円です。終点です。450円。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。来月は500円です。はい。かけうどん。はい。はい、肉丼中です。はい、じゃあちょっと前の方から出るのでお待ちください。はい。おろすだけ。はい、肉ぶっかけです。かけ中で、はい、330円。ありがとうございます。温めてどうぞ。はい、何ですか。2個。はい、そしたら480円。はい、ありがとうございます。はい、ちょうど割りたり。リング中で。天ぷら取りますか。はい、こちらぶっかけです。これより並ぶんですか。そうや。12時からだいたい40分ぐらいまでずーっともう並びます。はい、こちら肉丼です。すごく美味しかったです。麺のコシ、全然違う。だし醤油がめっちゃ美味しかったです。釜玉と肉ぶっかけうどん。いっぱい食べました。量もめっちゃ大きかったですね。美味しかった。肉ぶっかけうどんの大根おろしとレモンが最高でした。バッチリです。そう、常連さんとかがね、やっぱり多いから、もう顔なじみになるというか、顔だけ見たらもう結構玉取る人ももう分かってるから、もう注文入る前に玉が出てたりするぐらい、常連さんがね、多いとね、そんな感じになりますしいですよね、やっぱり、毎日来てくれて。はい、本日売り切れ終わりました。
で小池さんその後ちくわな。ですか。麺の特徴は食べにくい。そばがきみたいな感じ。出汁が美味しかったです。日の光、自家栽培。アメゴもちょっとね、今養殖中。結構寒いですね。うんうん。いやでも今日暖かい方。だし。だし言ったらシリ昆布とソーダガツオで出してる。でこっちは親鶏、しいたけ、生姜。もうしいたけ家で作ってるからでその干ししいたけを入れて。ご自宅では他にどんなものを作られてるんですか？白菜とかキャベツとかじゃがいもも作ったり、まあとりあえずいろんなもの作ってるで。人参も作るしトマトも作るし。田んぼがある。昔ながらのコンバインもあるんだけど今はバインダーで買って干して。これ銘柄は何になるんですか？日の光。お店で使われてるお米はそう自家栽培で販売もしてる。定食屋じゃないから、だから日々おかず変わる。その日その日によって思いつきみたいな感じだね。家のお母さんが作ると同じような感じ。今日はとりあえずこれ作ろうみたいな。ちなみに今日はこれハンバーグにでもしようかなと思って。
今の音が電車ですか？ああ、電車っていうか、ここは汽車ね。こって 180cc なんで。これあなたにあげるの。お店ができたのは何年ぐらい前になるんですか？55年。これはこの鉄橋ができたんで、前やった店はもう取り壊しで、ここにまた後で作り直したっていう。高速ができて、もう店いっぱい潰れたよ。うん、中抜きになるからほら。かなり減りました、この辺りも。減った。ここからね、1キロ以内に3軒があったのはもう全部閉じてる。代替わりされたのは何年ぐらい前になるんですか？ついに1、2年前で。うまく動かしたら危ね割れるかも。まずいな。やはり閉めていかない。もともと何をされてた方なんですか？コンサルタントもやってた。東京でね。東京で31年。地元を離れてずっと東京に。岡山で学生の時いて、4年いて、その後は東京。ストリートビュー見たら母が映ってたのよ。ちょうど今頃の時期。寒そうな格好をして、まあサービスをやろうと。それで帰ってきた。仕事の切りがいい時ね。戻ってこられて、今は何をされてるんですか？今はもう食堂、畑、田んぼ、漁業で、あと林業もやってる。アマゴっていうかな。アメゴもちょっとね、今育ててる。今養殖中。この上の池で。で、まああとはもう2年前かな。選挙に出たら一応票を皆さん入れてくださって、今議員もやらせてもらってる。わかめご飯。ブリの卵で煮たやつ。こんにゃくのマサゴ煮です。鮎は下で取った鮎。この辺では畳網っていうけど、全国的には刺し網。
流れに対してこう網張ってで追い立てて取る。砂糖もしといてくれれば。大きさちょっと。うん。ハンバーグって血圧どんどん宇宙系。早起きてくれ言われんかったかよ。もうほら衆議院で決めて参議院が反対やってもそのまま衆議院で通しとって今回所得税減税あれ草刈り用にかっこいいの。おいこさんが作るしいたけのお味はいかがですか？美味しいよ。ご飯を多めに入れてるみたいなので。傾けといて。のところでつけた。あ、これ？何がおすすめですか？うちおすすめないで。まあ出しとるもんは一応ご飯のおかずとして食べれるようなもの出してるからいやこれだっていうのはない。トラックの運転手多いから揚げ物が売れる。お年寄りとか来ると煮物。麺類とかご飯類とかだとどれがよく出ますか？ラーメンと立川そばか。ラーメンの具はね家で育ててるネギ、これと自家製のチャーシュー、まああと煮卵も入ってるけど、土佐汁の卵入れてたんだけど土佐汁が卵産まなくなったんで今はまあ高知の養鶏場の卵を使ってる。
これ共食いするからね、餌欠かさずやっとかないと、1年でこれぐらい。駅前食堂っていう名前があると思うんですけど、駅は向こう。鉄橋の上。おばあちゃんはお一人でされた。そうそう、まあうちの母なんかも手伝ったりしてたけどね、若い時は。まあ後を継いだっていうか、仕事も田舎あんまりないから引き継ぐような感じになったのかな。今3代目みたいな。そうですね、私なんかが3代目になっちゃいますね。こういうそばを食べたことないので、ちょっとどんな感じかな。はい、いや、美味しいです。ちょっと普通のそばとはちょっと違う感じで、ちょっと麺が大きいですね。お店の雰囲気とかはいいですね、いいです。はい。ありがとうございました。はい。そばがきみたいな感じ、麺がちょっと大きくて結構食べ応えがありました。結構そばのじゃあ香りが。そうですね、はい、あとだしがあれですね、しいたけとかが入ってるので結構しいたけとかわらびとかだしが美味しかったですね。あ、いらっしゃいませ。はい、お願いします。前も写真撮られて、テレビ映ったんやけど。お店にはよく来られるんですか？うん。料理のお味はいかがですか？いいですよ。食べてください。さっきいつものって注文されてたので、この組み合わせは大体。うん、俺だけ顔見たら作ってくれよ。僕わからん。そうですね、デカ盛りなんでみたいな。低
くのみたいな。テレビ局。しょっちゅう通ったんですよ。で、空いてる時にはちょっと一回来たいなと思ってたんですよ。あ、じゃあ今日初めてお店立ち寄られて。ここで買うのは下地が書いてあって自分で好きな色をアレンジしたりするんですけど、ご飯がいっぱい残った時ね、オムライスも作るし。中華料理屋みたいな。しいたけチャーハン。目が売れると思うかったね、それこそ。ソーダガツオを使っただしと親鶏を使ったスープ、この2種類をブレンドして使ってる。香りづけに。タクシーでね、3000円ぐらいかかったから結構。5、6か。上に乗せてるのはしいたけは自家製のしいたけを干して煮物にしてるのと、地元の山で採れたゼンマイを干して、戻して味付けたやつを乗せてます。麺の特徴は食べにくい、ブツブツ切れるで、この箸の大きさぐらいあると太いなので、そばがきといえばそばがきに近いかな、食べた感じが。で太い分そばの香りが逃げない。そば粉は何割そばとか。これは10割そばになる、100% なんで、お願いとかって言われるし。そうしといて放り込んだ方が。どうしてもみょうががないときはしてるけど。
これがチャーシュー。豚肉のこれバラチャーシューなんだ。それでね。料理はどうやって学ばれたんですか？もともと僕料理好きだったんで、好きこそものの上手なれっていうね。ちょっとサービスで具だくさん。綺麗にできんかったな。音声とか後で編集するんでしょ。量の多いところ行ったらこれ持ち帰りできますかって大体できるはず。綺麗なと思う。先代の時から来よった。まあ秋にね、秋があるんじゃない。全然こう比べようがないもんね。この辺はね。650円ですよ。ラーメン500円で食べれるとかありますよね。いらっしゃい。いらっしゃい。タンメンの店やけど、タンメンがほとんどやけどな。豚の出汁なんですね。ポンちゃんだけ。何も入れてない。タンメンはキャベツと人参もやし、キャベツはもううちのメインで。
お店を始められる前は何をされてたんですか？銀行にな、行員の人の寮があったんだ。寮の食事を作る手伝いというか。お店がお休みの日とかはハイキングというか、山柄見に行った。鳥かわいいな。野鳥ですね。ひまわりのね、あれあげたらごっつ寄ってくるんよ。これ見に行こうやって、ほな行こっかやって言っとった。昭和41年にお店が。おばさんらが始めて。どういったご関係というか、創業者の方と。この場所を提供しとったり、借りてくれとったりが、年寄りとったからもうやめるって言って、いや、おっちゃんの味をなくしたらいかんというんで、私らが継がしてもらったというか、全然こんな店やこんな経験ないし、なんか全部教えるからって言われて、ほなしようかって言って主人としよったんやけど、主人が住めなくなった。どうしようかな、こんなんできんしと思いよったら、ちょうどお客さんが休んだ時に来てくれて、ほんで、いや、店してよやって言われて、この言葉に押されたというか、ずっとさしてもらう。こうやってつけてあるだけ。白菜と人参と生姜。好きな人は好きかな。それも先代の味というか。そうそう。タンメンには合うって。中に入れて食べよう人も雑炊みたいな感じ。これ作れたやつよ。固まったわ。ちょっとだけ。小学校の時の同級生のお母さんやから、ずーっと、面倒見てもらって。昔ちょっとだけお世話になってたんですよ、ここで。で、一回離れてたんですけど、結婚して子育て始まって、コロナをきっかけに仕事を辞めて戻ってきました。めっちゃ働きやすいです。もうおばちゃん優しいし、お母さんみたいな感じで、第二の母。南出す前にな、どうかな。こちらがもう手で一つ一つ包まれた。そうですそうです。手作りで。餃子はどんな具材が入ってるんですか？キャベツが多い。肉餃子というよりは野菜餃子やな。すべて先代からのつもり。いい加減やな。いい加減でやっております。じゃあ私が。ちっちゃいのが10個で1人前。ハーフも知っとる人は知っとるけど。食べれんや言うきゃほな焼いてあげようかっていうようになって焼いた。そうじゃそうじゃ。値段も半分250円。タンメンと餃子ハーフとご飯でちょうど1000円な。上手に知っとうよなお客さんの方が。どのメニューがよく出たりしますか？でもタンメンがやっぱり多いです。シーズンによって美味しいキャベツ出してますんで。県内のキャベツとか材料を使って準備はしてるんですよ。地産地消で。徳島ラーメンじゃないんで、
あっさりのラーメン、醤油ラーメンってあんまりないから結構来てくれるんですよね。胡椒辛いからちょっと胡椒抜きでとか胡椒控えめでとか、こうお客さんも知ってて注文してくれます。前のGはそのまま、あれを変えたくないけん、おばちゃんももう絶対に変えない、もうそのまま上からペタって貼って値段変えて値段はねちょっと上がったよね。何年か前にちょっと上がって。それでもラーメンは500円。ワンタン麺は600円。種類だろう、メインだな。タンメンってこの辺では珍しいからね、美味しいですね。20年、30年前からほとんどあんまり値段が上がってないんですよ。650円ですよ。ラーメン500円食べれるとかありますよね。ご飯、はい、ご飯入れです。いらっしゃい。ご飯の塩を使って。もうな、ないと思う。周りが多いけど、全然こう比べようがないもんね、この味はね。
番と、一番さん。一番と3番。お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。はい、タンメンご飯です。5,000円からで。はい。私小学生の時から50年にはなると思う。お店の人全員買いらしいにもタンメンが美味しいしね。そうですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ございます。はい、タンメン餃子です。餃子。お店はよく来られるんですか？いや、初めてです。初めて。友達なのに美味しい。さっぱりしてますね。また来ます。もう終わった。あ、そう。中学校。建物は何年ぐらい？戦後すぐだろう。70年はなる。こちらのお盆は何年ぐらい使われてるんですか？40年、50年になるんちゃうかた。年季が入って。年季が、お店の道具は先代の方からずっとこう引き継がれて。先代さんが始めた時からというと、全部一緒。だけど先代の時から来よったの。毎回タンメンを頼まれるんですか？タンメンと餃子セットでな。秋にね、秋があるじゃん。はい。で、はい。タンメン、
いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃい。650円いただきます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ワンタンでいいです。餃子いきます。はい、どうぞ。わからんけど。ほら、水道局を活動に広がったら、お金を合わせたように新しいのを買い足してくるから。お願いします。井上さんと長年一緒にいらっしゃると思うんですけど、井上さんってどんな方？もうね、優しいし、人の悪口絶対言わんし、でいつも心配してくれる。やけどせられんじょとか、いけるでいけるでって言っていつも心配してくれる。いい加減でいい加減と飽きないでっていう言葉が大好きな人だね。失礼します。はい、タンメンです。
毎年忙しいから明日休みだろ。この黒電話は今でも今でも現役。この全部出た古いもんばかり。今日も朝からずっとこう働きつくのというか、忙しかったらちょっと洗い物でもとかんとあれかなと思って調べたけど。今おいくつなんですか76になったんちゃうかな。ずっと続けてこれた秘訣というか。みんなが食べに来てくれる食べに来てくれるのと、まあ自分が健康やけんできるな。元気が一番ちゃう。元気でなかったらこう作れんし、元気なうちはまあにみんなが手伝ってくれる間はぼちぼちな、細く長くな、お客さんが来てくれる限り、自分の体力がある限りまあしようかなと思って。健康的に